こんにちは、高森です。今回はですね、INFJ を苦しめる、集団に馴染めない感についてですね、私の実体験とか、実例を交えつつ、その苦しさというかね、生きていく上で隣り合わせの感覚について話していこうかなって思います。INFJ であることの必要条件として集団に馴染めない感覚ってあるんじゃないかなっていうのがまず言いたいことですね。INFJ にいつなったかっていうのは微妙なところはあるんですけども、学生時代からですね、とにかく集団に馴染めない感覚ないし自分の感覚っていうのが一般的な常識というかね、馴染むにあたって必要な素養みたいなところからフィットしてないっていう感覚はずっとありましたね。なので自分自身の感情とか考えていることを周りに吐露するっていうことを自然にしなくなったっていうところはありますね。これがですね、INFJ がなんか寡黙だよねとかよくわからないとか言われるゆえんなのかなと思います。実際に自己肯定感とか自己効力感が培ってきた INFJ、特に INFJA の人たちなんかは、こういう YouTube とか SNS みたいな媒体で自己開示をすることが多いのかなというふうに思っているんですけども、やっぱりですね、他の INFJ 以外の MBTI の方々から見ると思考が独特だよねって思われることがしばしばなようですね。そういうところにも拍車がかかってですね、INFJ が実社会において、自分自身の気持ちをですね、パーッと他の人に言うっていうのは極めて少ないっていうところがあるかなと思います。繰り返しにはなるんですけど、原体験として自分自身が思っていることとか、自分自身の感覚を信じきれなかったというかね、信じた結果、周りとちょっとうまくいかなくなったとか、疎外感を感じることになったみたいな経験がすごく積み重なっているっていうところはあるんじゃないかなと思いますね。私自身も学生の、教室というかクラスの場もなんかね、居場所がないような感覚がずっとありまして、何気ない日常会話とか、勉強がどうだみたいな会話しはするんですけれども、常に1枚か2枚か、はたまた3枚かぐらい自分の心にですね、何かを被せて喋っているような感覚がありましたね。なんかね、自分自身とあるべき姿みたいなところがあって、そのあるべき姿に対して自分自身が離れているっていうところを強く自覚できるがゆえに、無理してね、そっちに寄せていくっていうところで、社会生活というか、集団生活においては常に無理しているような感覚もあって、結局一人になって気持ちを落ち着ける時間というかね、そういった場で蓄積されたストレスみたいなものを緩和する時間が必要だったっていうところがありますね。これが INFJ が一人の時間が必要と言われるゆえんかもしれないですね。あとは社会人になってからもですね、私 YouTube でネタ的に新卒で友達ができませんでしたみたいな動画を上げてるんですけれども、あそこも疎外感はエグかったですね。新卒1年目の時ってちょっと浮き足立ってて、新卒同士でみんなで仲良くやって社会に還元していくぜウェイみたいな雰囲気を若干感じてたんですけど、私はちょっとそこに馴染めないというか、逆張りなところがすごいあるんでしょうね。いや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 、地に足つけてまずはできることをやっていくのがいいんじゃないかねみたいな、大きなことを言わずにみたいなことを思ってたりしてて、ちょっと浮き足だった雰囲気っていうのに自分をフィットさせることができなくて、結構研修の時とかですね、辛いなって思いながら社会人生活をスタートしてた記憶がありますね。部署の飲み会とかにも全く呼ばれないっていうのはありまして、これ最初の頃はなんとなく呼ばれてて参加した方がいいよなっていうのもあって行ったんですけども、複数人が一堂に会する場ってどういった自分のペルソナで行けばいいのかみたいなものがね、自分の頭の中で定義できずに、地蔵って言って常に黙って人の話聞いてわっはっはって乾いた笑いを浮かべるしかできないっていうところもあってですね。これは私の実力不足なところもあるんですけれども、そういうのもあって、徐々に高森くんはこういうの苦手なのかなって思われているのか、はたまた、ここもね、難しいところではあるんですけれども、高森くんは人と仲良くする気がないとか、人に興味がないのかなみたいな思われて、次第に呼ばれなくなったっていうところがありますね。そんな中で、社会人生活においても、特に大事じゃないですか。言い方悪いんですけど、中身のないコミュニケーションというかね、日常的な会話っていうんですかね、自分自身最近こんなことがあったんだよっていう風に自己開示していって、
で、まあ相手にとって自分っていうのは敵ではないですよ、味方ではないです、味方です、みたいなね、アピールをしていくことってすごい大事だと思うんですけど、ちょっとですね、そういう、まあ、なんか真の自分を許容してもらいたい、受容してもらいたいっていう内から出る欲がでかすぎるんでしょうね。そういうのもあって、ちょっとこう、一枚ね、社会人としての皮をかぶって、そういった会話をすることっていうのがすごく苦手で、なんか言語が出てこないんですね。そういった言葉を会話をするときね。っていうのもあってですね、なんか、順々に、高森くんはあんまり世間話とか好きじゃないのかなみたいなキャラになって、ちょっとこう、組織に馴染んでる軍団みたいなところからちょっと離れたこの辺の位置にいるみたいなところが結構多いかなと思いますね。まあこれモチベーションとしては、まあ全体の調和というかね、みんな仲良くある方がいいよねっていう考え方は持ってるので、まあそこにフィットできる自分でありたいなっていうのはあるんですけど、どうしてもね、INFJ って我が強い部分があって、それはなんか理想主義的な部分であったり、まあ個人として大事にしたい価値観みたいなところが自分の中にしっかりあるがゆえに、ちょっとそういうところを曲げて集団に合わせていくっていうところを嫌う傾向があるんですね。これは私もそうなんですけど、まあ、そういった傾向があるがゆえになかなかね、こう、馴染むためのペルソナみたいなものを自分の中に作りきれない部分があって、なかなか馴染めないなって感じることがすごく多いですね。で、まあ、ここは常に葛藤させる、一要因にはなりますね。まあ、自分自身の性質として仕方ない部分だなって、まあ、8割9割ぐらいは自分自身割り切ってはいるんですけども、やっぱりね、実際にそういう場面ですよね。なんか、この間の飲み会楽しかったよね、みたいな話が聞こえてきた時とか、私存在すら知らないなってなって、なんか、全体の調和とか考えてるのに自分自身がその調和を乱してるじゃん感もいて、なんか自己矛盾に陥ったりですとか、なんかね、なんかふわっとした仲良さげにする場みたいなところにね、なんか本当自分自身下手くそだなって思うんですけど、なんかわっはっは、そうですよね、みたいな感じで話せばいいんですけど、なんか言葉が出てこないっていうところで、高森くんはこういうの嫌いなのかなって思われたりでですね、まあなかなか難しいですね。直せたらなって思いはするんですけど、もうどうしようもなく自分の直せない部分として、ね、刻まれてしまっているので、そういったところはね、結構人間関係における苦悩、葛藤、ストレスみたいなところにつながってくるかなと私自身思いますね。まあそんなわけでですね、INFJ って結構集団で、まあうまくやる人は全然いると思うんですけど、私はあんまりうまくやれない方の INFJ なのかなと思っていて、まあなんか割り切ってる部分もあるんですけど、やっぱり集団に馴染めない自分みたいなものを客観的に見つめてみたときに、結構なんか人生とかそういう大きいスケールでね、これまで私がやってきたのは何だったのかみたいな自己嫌悪に陥ることが多くてですね、なんか悩むなって思いますし、多分こういった部分って今後の人生でも治ることはないんだろうなっていう直感がありますので、なかなかそういった性質を抱えながら社会人生活を続けるのは、しんどいなっていう思いがあったりなかったりっていうところですね。INFJ の方、同様のね、似た経験というか、集団に対する疎外感とか馴染めない感みたいなところありましたらコメントいただけるとありがたいなって思います。ご視聴ありがとうございます。